この子ちょっと上にもいいですか？ちょっと心配なんですけど。皆さんこんにちは、かよです。今回はですね、おしゃがをかける透明感っていうことで雑談しながらメイクアップしてみました。よかったら最後まで見ていってください。ということでどうぞ。こちらオンリーミネラルのミネラルシームレススキンベースです。01番のホワイトベージュを使っていきます。こちらなんと SPF40PA3+ ということで、ナチュラルコスメのベースにしてはかなり SPF 効果も高いし、すごいね、初め滑らかでカバー力もかなり高いです。実際に使ってみたんですけど、本当にね、薄く伸ばすとめっちゃ綺麗に仕上がるって感じで、特になんか明るくしたいゾーンに仕込みハイライトぐらいな感じでこう伸ばすと綺麗に仕上がるなって思いました。ドバってつきすぎると結構白くなるんですよ。で、初めはね広がりやすいからいいなと思うんですけど、割とピタッと密着すると結構白いので、つけすぎは注意です。こんな感じで少量だとめちゃくちゃいい感じにトーンアップしてくれるし、割とカバー力もね、やっぱ密着力高いからかなり高いです。で、公式ではノーファンデ下地みたいな書かれていて、まあ確かにお肌がめちゃくちゃ綺麗な人はこれ1個でいいのかなと思ったりもするんですが、ノーファンデで使う下地にしてはもうちょいカバー力あってもいいのかなと思いつつ、じゃあなんでわざわざ紹介しようと思ったんですかって、あんま気に入ってないんですかって思うと思うんですけど、密度のしっかりした、これは MAC のブラシなんですけど、これでこう磨くようにね伸ばしていってあげると本当に土台が整います。ピタッと整う感じ、なんか開いてる毛穴だったりこうもたついてる部分がフラットにシームレスになるみたいな、自然に整えてくれる効果がすごく高いので、すっごいいいなって思いました。オーガニックの植物オイルとかもたくさん含まれていて、なんかこう底上げするような、自分の土台のお肌をちょっとこうパワーアップさせるような、そんな効果を秘めてるなーっていう感じ。はい、こんな感じでお肌が綺麗に整いました。次、ファンデーション、こちらイヴ・サンローランから発売されるオールアワーズリキッドグローです。でもちょっと2色出してみるか。はい、こんな感じの2色です。いいという口コミをね見ていたので、ちょっと私も今日初めて使っていくんですけど、期待していました。意外と LC で良さそう。これをまたじゃあ版画をやっていきます。ワクワク。やっぱね、ファンデーションって違いが分かりやすいから楽しいんです。はい、ちょっとのせすぎたかな。もうね、ベースのうまく作るコツはのせすぎないことですね。やっていきます。これなんと美肌再現ピグメントっていうものが入っているらしくて、すごくカバー力も高いんだけどグローな質感を叶えてくれるそうです。ちょっとやっぱ若干量が多い。ある程度ブラシで伸ばしたらクッションで整えるか。やっぱブラシとクッションの二刀流がファンデーションを綺麗に塗りますよね。なんかこういうブラシ、こういうパフでもいいし、濡れたスポンジとかスポンジ系でもいいと思うんですけど、二刀流の使い方した時の方が長時間キープ力も同じファンデーションでもやっぱ高い気がして、なのでなんかよれやすいなとかうまく使えないなって思うファンデーションを持ってる方はちょっと面倒くさいかもしれないけど、ブラシである程度伸ばした後にパフで叩くっていうやり方してみてください。結構馴染み方変わるかも。はい、こんな感じ。確かにカバー力高いわ。ただ今こうしっかりめにのせてパフでトントントンってしたからかもしれないんですけど、オンリーミネラルの下地のみと比べるとややツヤは軽減されてますね。薄膜でフィット感もね高く感じますね。でもさっきちょっとこっち結構のせちゃった気がしたので、もうちょい少なめにのせてみます。3分の1とか4分の1プッシュで版画をかなっていう感じがします。本当にね、ファンデーションが薄くのせたもん勝ちなので、まあそっちの方がねコスパもいいしねケチって使いすぎても良くないけど、のせすぎてよれるよりはいいかなって思います。ちょっとブラシを整えてからこっち側もやっていきます。さっきよりもだいぶ量を減らしたので、もしかしたらこっちよりはカバー力が少なくなるかも。約 78% 美容液成分でできてるそうです。
めっちゃすごくないですか？内側に水分をとどめてくれる効果とともに、やっぱ表面の保湿力も大事じゃないですか。その表面の保湿力もちゃんとあって、でなおかつ皮脂とか余分な油とかをこうコントロールしてくれるようなブロック処方、オイルブロック処方もあるので、すごく優秀だと思います。こう口周りとかファンデーションついたブラシで撫でてあげるだけでくすみが抑えられて、唇も綺麗に見えます。こっちの方がより自然なグローのなんか質感がちゃんと演出できてる気がする。でもどっちもいいはい、どっちもいいっていうか、どっちも同じファンで私的にはこっちの仕上がりの方が好きなので、やっぱ本当に少量で全顔で半プッシュで私はいいかなと思いました。次の工程行こうと今思ったんですけど、結構グローなんですけどピタッと密着してくれて、ちゃんと時間が経ってからこう改めて触ると密着感があって、なんか私でもパウダーのせなくても不快感はないかもっていう感じなぐらい、なんかちゃんと自然なツヤは出してくれるんだけど、でもフィット力も高いなという風に感じます。シュウエムラのアンリミテッドケアツヤドロップです。こちら美容液ハイライターですね。でこの形見覚えある方いるかもしれないんですけど、もともと少し前に出ていたこちらコンシーラー、ケアフェイスカリグラフィーっていうコンシーラーがあって、すごいみずみずしい新感覚コンシーラーで面白いなと思ったアイテムなんですけど、こちらが美容液みたいなカバー力でみずみずしくナチュラルにカバーするみたいな、そんな感じ。これは純新作みたいな感じなんですけど、今回はそのみずみずしいシリーズからハイライターが登場したので、それをメインで紹介します。で一旦でもこれをかなりみずみずしくて初めびっくりするんですけど、使い始めると他のコンシーラーが重たく感じちゃうぐらいやみつき感があるような、そんな虜になっちゃうようなコンシーラーなんですよね。あ、やばい、お腹痛い。お腹痛い。ちょっとトイレ行ってきていいですか？なんか多いね。今日はちょっと光が安定しない日ですいません。はい、トイレ休憩してきました。カリグラフィーのコンシーラーからやっていきますね。なんかね、これはみずみずしい系だからどちらかといえばこうピンポイントで隠すのはこっちも別にダメではないけど、こっちの前からあるアンリミテッドコンシーラーの方がよりなんかセミマットからマットよりのガチカバーって感じ。こっちはみずみずしさ、美容液コンシーラーなのでみずみずしさもあるから優しくナチュラルにカバーって感じだから、好みによって使い分けてあげるといいと思うんですけど、今日がテーマがねやっぱ透明感っていうことなので、自然にねやっぱりカバーしていきたいから、ちょっと今日はこっちを使っていきます。最近ね自炊を始めて、だからなんか自分で作るとなんかまだ慣れてないから、作る量をね間違えて大量に作っちゃったりして、謎にフードファイターしてるんですよでもなんか普通に美味しく作れたら嬉しいし、なんか趣味みたいに思えば意外と楽しいですね。毎日は難しいけど、難しいっていうか毎日ではないんですけど、作れる時は作ったりとかしようって思ってます。こんな感じでやったら本命のハイライト、ちょっと今腕にのせてみますね。こうカチャカチャっていうので一回こうカチャカチャってやってから塗った方がいいと思います。結構ね透明感って感じなんだよね。はい、3色手に出してみるとこんな感じです。私は今回このカラーを使っていきます。そういえばネイル変えました。可愛いでしょ。マグネットのツヤ系の上からブラウンブラックみたいなグラデにしました。結構ねツヤ感をマシマシでいきたいので、腕につけた中で一番発光感を感じたこちらの黄金アイボリーを使っていきたいと思います。いろんな使い方あると思うんですけど、私はまずここたらここまたここ、なんかこう W になるような感じで、こんな感じで透明感マシマシ、ここ
ここであとね、ここ照明とかさ、お店で来た時に丸くおでこが見えるらしいです。なんかちょっと固まりやすいから早くやった方がいいね。固まっちゃった一箇所ずつ伸ばした方がいいかも。だからこう乗せたら伸ばす、乗せたら伸ばすみたいな。はい、こんな感じです。なじませるタイミングがちょっと遅かったから最初ムラになっちゃったかなと思ってちょっと心配したんですけど、結果的にめっちゃ綺麗なツヤが誕生しました。でみずみずしいんですけど、ある程度ピタッと密着するともう寄りにくいというか、そこにしっかりとピタッとなんかもうファンデーションとこう融合するみたいな感じで、なんかファンデーションの上にハイライトをのせましたっていうよりかは、ファンデーションが部分的にこうツヤツヤって見えてるかのような、そんなみずみずしいツヤ系になります。美容液ハイライターという名前がすごく納得できる、そんな感じです。黄金アイボリーも良かったんですけど、このね上品な桜ピンクも光によってピンクにもベージュにも見えるような、そんなナチュラルなピンクハイライトなので、なんかピンクみたいに発色しすぎないところが逆に普段使いにぴったりだなと思いました。眉毛がこちらじゃん。サナエクセルがなんとブランドをリニューアルしてパッケージとかも変わりました。このアイブロウ覚えてますか？もうみんな1回は使ったことあるんじゃないかな。この革命的なパウダーとこっちブラシとでこっちにペンシルがセットされてる、もうこの形作ったのエクセルが初めてなんじゃないかな。爆発的な大ヒットアイテムだと思うんですが、外側の紙のパッケージも洗練された印象になったし、内側もねなんか今までイエローだったかなと思うんですけど、ちょっとベージュゴールドみたいな感じで大人っぽい、ポーチの中にあってもすごく上品に存在感がある感じに仕上げてくれてます。では早速、これの使い心地はねやっぱ安定にいいんですよ、絶対に今日はナチュラルブラウンじゃなくてモカブラウンを使っていきます。パウダーはふんわり感がね従来のものよりもアップしてるそうです。12年ぶりのさリニューアルだって、そんなにあったんだね。なんか発売された時覚えてるぐらい、なんか、結構前からある印象はあるけど12年も経ってるんだっていう驚きがあったはい、よりふんわり感がアップしたとのことで、最近眉脱色サボっているのでちょっと元の眉毛が結構生えてるのですいません分かりづらかった。次ですね、こっちのペンシル、こっちもね描きやすくより滑らかにスッと描けるようにリニューアルされたそうです。楕円形ですね。でも確かに描きやすい。なんかさ今まだパウダーのせてないので、パウダーのせてないとさちょっと描きづらいなみたいなのありますよね。ただパウダーのせてないけどしっかりと描けてます。全然力入れてないけどしっかり描けてる。でブラシでぼかすと、やっぱこれ1本でパウダーとペンシルとブラシ全てが叶うの普通にものすごく使いやすいですよね。はい、こんな感じです。確かにふんわり描けてる。結構今眉毛黒々としていて濃くなりやすい、そんな時期ではありますが、自然に描けてるんじゃないかな。ここら辺が濃いのはもうね私の眉毛の問題です結構ねカラーも豊富なのでぜひ。でもね10月とかなんですよね、ちょっと先なんですよ。10月の28日発売ということで1650円、はい、ちょっと先だけどぜひチェックしてください。パウダーこちらアンリミテッドモッポルースパウダー青竹ブルー。これはね、新作とかじゃないんですけど、さっきのハイライトと一緒に合わせるといいよっていう感じで書いてあったので、ちょっとハイライトを生かすためにこの子を使ってみます。でもねそんなに量はいらない、マットにしたくないので、本当にこう鼻横とかこう髪の毛がペタってくっついたら嫌だなって、なんか嫌だなって思うところとか、オイリー肌でパウダー悩んでますっていう方はナーズのリフコかシュームラのモポルースパウダーどっちか使えば絶対どっちかはいい感じって思うかもって思います。でプチプラだったらさ最近これも好きです。
メイクアップキープパウダー、これも本当にサラサラになるし崩れにくい、いいでしょう。そしたら次がエトボスのミネラルブレストチーク1かな、ミュートペール使っていきます。はい、こんな感じのかなり透明感あるベージュっぽい明るいカラーです。こっちに関してはほぼハイライトみたいな明るいカラーなんですけど、こっちだけちょっと明るめなベージュピンク、ペールピンクって感じなので、これを混ぜて今日はちょっといつもよりも高い位置あたりに丸くのせます。いつも結構ねここら辺にのせることが多いんですけど、もっと丸めにハイライト仕込んでるからツヤも感じるチークになるはず。これも新しい夏の新色ですね。 SPF20 いいね、日焼け止め効果もある、いいんじゃない。でなじませるために大きいブラシで磨きます。だいぶ可愛いんだけどどうですかね。こんな感じで透明感系のチークになりました。このままアイシャドウもやっていくんですが、アイシャドウこちらじゃん、ミネラルクラッシーシャドウ、これも1かなのシフォンアンサンブルアイシャドウです。はい、4色出すとこんな感じ。なんか意外にさ、こんな締めカラーあったみたいな、ここもすごい発色するし、結構ねマット寄りなカラーがしっかり発色してくれます。なんか感覚的には近いのだとスナイデルビューティーのアイシャドウパレットとか好きな感じの方はこれもすごくハマるんじゃないかなっていう感じです。なんか日常使いにぴったりみたいな、そんなイメージのアイシャドウです。まず一番初めピンクカラーを上下に塗ります。ちょっとこれはね結構透明感がこのピンク出るので、なんかピグメント配合されてるのかなっていうぐらい若干ピンクハイライト味も感じるようなカラーです。これで土台を作っていきます。次こっちのオレンジ系の色をですね目の下に重ねてサーモンイエローピンクみたいな感じにしちゃいます。こんな感じでちょっと広めにのせます。ここのカラーをまた結構広めにのせていっちゃいます。外側から内側に、8番出口の映画がめっちゃ気になってて面白いのかな、行きたいなって思ってます。映画が最近いいですね。もう暑すぎてなんか外のイベント行きたくないなるべく家にいたいと思うんですけど、映画だったらいいです涼しいから。そうね、どうしようかな。一番初めにのせたピンク、このハイライトっぽいカラーを涙袋と目の最初に仕込みます。どうしよう、悩むじゃあここのカラーを涙袋の下に一番濃いここのオレンジカラーをより濃くのせます。ここのベージュカラーをしたら新作ではないけどこちらのトーンのペタルフロートアイズの03番を使って一応締めます。カラーはこのオレンジと同じぐらいの色味ですね。トーンは変わらないけど色味自体がオレンジよりもブラウンなので締まりやすい、透明感メイクっていうことであんまり締め色が濃い色を使っちゃうとそれはそれでちょっとコンセプトがずれちゃうので同じトーンで合わせてあげるとグラデーションは作れてるけど濃すぎないっていうそんな感じになっております。そしたら目の上にも際にこのトーンのアイシャドウもすごい可愛いですよね。柔らかいブラウンとか1個買っておくとこういうメイクの時に便利です。この一番明るいピンクちゃんを目の際にも
ちゃんとピンクに発色してくれるから、そんなに浮きすぎなくていい感じのハイライトになりそうですよね。アイメイクはこんな感じです。じゃん、エトゥセのラスティングジェルライナーの19番、こんな感じの、言われたらカーキぐらいですごいおしゃれなカラーなので透明感も出せそうかなと思ってこの子にします。私アイライナーやっぱエトゥセがね信用度が高くて大好きなんですよ。色もねおしゃれでいろんなパターンがあるので飽きずに使えますよね。これも新色なのでまだ試してない方多いかなと思います。外側にかけて中央から外側に描いて、外側から自然にスッと、はい、こんな感じで。でブルーなんですけど、ちょっと確認してみたらインディゴブラックっていうことで、なんかブルーニュアンスのブラックカラーなんですって。だからこの透明感がありつつ、でもこうやりすぎてるブルーじゃなくて本当にこう使いやすいなんかカラーなんだなっていう感じ。エトゥセから新しく発売されたベイビーピオニー、めっちゃ可愛い色で、なんかベージュ好きさんにもピンク好きさんにもどっちにもヒットしそうな、ちょっとくすみも入ってそうな、そんな大人なピンクって感じ。なんかイエベブルベどっちにもとらわれないカラーっていうことでめっちゃいいじゃんと思って、しかもティントって書いてあるから結構落ちにくいんじゃないかなと思います。実際さっきさちょっと前髪を下ろした時にこのメイクにこのリップで平気かなと思ってグラデーション作ってたんですけど、確かにティッシュオフしかしてないから色もう残ってるよねはい、ということでのせていきます。なんかねオイルっぽいっていうか、塗り心地がムチってしてるっていうよりかは、この表面はチュルンと見えるんですけど意外とサラッとしてるんですよね。オイルっぽい感じ。はい、こんな感じでちょっとオーバーめに塗るのにハマっております。私オーバーめに塗るだけだとなんかちょっと唇だけ浮いてるので表面をぼかします。表面というか際。はい、こんな感じです。いいですね。これで色持ちもいいって最高じゃない？縦じわも目立ちにくい感じで、つけ心地もペタペタしてないからすごくね軽くて喋りやすいし、なんかオーバーリップにするのも普通に塗るのもいい感じ。色がとにかく可愛いです。水光ツヤティントルージュっていうことで、確かに別に上からグロス重ねても可愛いと思うけど、重ねなくても十分ツヤ感があるのでいいなと思います。ちょっと際をセルボークのドローイングリップペンシル、こんな感じでブラウン系のリップライナーです。意外とブラウンなんですけど優しくのせてあげるとどんなねリップの際に使っても馴染みやすいんですよ。優しい力でほんと少量、まあマットすぎるマットでもないんですけどマット寄りのテクスチャーなのでいい感じに境を埋めてくれて自然なオーバーリップにしてくれる。最後ちょっとぷっくり感出したいので YSL ラブシャイングロスプランパー4番です。ブラウン好きさんにはたまらないしっかりブラウンです。でもなんか黒すぎなくて使いやすいブラウンカラーです。中央あたりにもともとねピオニーちゃんがいい感じのツヤを出してくれてるので追加する感じ、透明感とシャレ感を作っていきます。最後にこちらじゃん、 CMA から発売される単色アイシャドウのクラッシュドジェム琥珀のアイシャドウアンバーをクラッシュドジェムっていうアイシャドウの琥珀アンバーを使っていきます。こんな感じでおしゃれなアンバーカラーです。これを細いブラシに取って目の際に入れます。ちょっと片方だけやってみようかな。この違いがちゃんとわかる。やっぱりシュウ上村ってすごい、めっちゃ可愛い。全然もう立体感が全然違う。ちゃんと色も出てくれるしラメも綺麗だしツヤも出る。ラメだけとかカラーだけじゃなくて両方叶えてくれるのが強いですね。透明感欲しいからツヤは消したくないんだけど色遊びもしたいみたいな
いいかも。この色かわいいかも。いいですね。全然違う。派手なのが苦手な方は本当この際だけにのせるだけでも十分ポイントになって可愛いと思います。私は勢い余って半分ぐらいまでのせちゃったんですけど、それでももちろん可愛いです。いいね。どうしようかな。他の色も使う？ちょっと楽しくなってきちゃったアメジストレインとかもおすすめ。絶対可愛いこの色。今日のメイクにはもう使わないけど可愛いわ。なんならさ、今日のメイクには使わないとか言っておきながら、なんなら唇のこう山にこのレインちゃんをね、山にのせるとちょっと不思議感が出て可愛いと。ほら、ツヤが綺麗。はあ、私って天才かもうん、ちょっとブルーっぽくて可愛い。ちょっとなんならこの子ちょっと上にもいいですか？いいですか？すいません。エドボスを満足してないとかそういうんじゃ全くないんですけど、ちょっと楽しくなっちゃって、これちゃんと全然思ってたメイクと変更してるんですけど、すっごい楽しい。キャーキラキラ。はいはい、こんな感じで完成しました。はい、ということでこれで今日のメイクが完成です。イエーイ。はい、なんとなくね、前日からこれとこれとこれ組み合わせてこういう透明感でこういうおしゃれ顔にしたいなみたいな決めてはいたんですけど、結構プラスでいろいろ使っちゃいました。出来上がった顔はこんな感じです。かなりツヤツヤマシマシで、どうですか？透明感出せてるかちょっと心配なんですけど、ツヤ感という意味ではちゃんと出せてるかなと思いますよ。どこの角度から見ても光を放ってる感を作れてるかなと思います。はい、週のハイライトすごいですね。はい、ということで今回は透明感×おしゃれ感っていう感じで、個性も楽しみつつもこう透明感だったり内側から出るツヤみたいなものも演出したいなと思っていたので、こんな感じの組み合わせでまたすごくイエローの光になってきたぞはい、ちょっと今日はねコロコロ日が変わる日でちょっと見づらかったらすいません。結構青くなったりオレンジになったり激しかったかもしれないんですけど、編集でちょっとなるべくうまくこうつながるようにしたいなと思っているんですけど、ちょっと色が分かりづらい点があったらすいません。この動画がいいなと思ってくださいましたら、ぜひ頑張って撮影したので編集も頑張るので、フォローとかインスタグラムとか TikTok とかいいねとコメントお待ちしております。そしてインスタとか TikTok とかレッドとかX とかいろいろやっているので、よかったらそっちの方も遊びに来てくれたら嬉しいです。はい、TikTok ぜひフォローお待ちしております。頑張って更新するので。ということでまた次の動画でお会いしましょう。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。